はい、広島に着きました。はい、これから市内に出て、スケッチをしてみたいと思います。今日はね、思いのほか暑かったのでタクシーで移動してます。さてどこに行こうかな。はい、今ね、広島城に来ています。外人さんがとても外人さんが多くても、賑やかですけども、これが広島城です。はい。原爆で破壊されてしまったものを昭和33年にまた再建した、お城ですね。観光客の方がたくさんおられて、賑やかだったんですけどね。さて帰ってみましょうかね。まずざーっと明かりをつけて、これは天守閣ですね。この建物は、左右シンメトリーのようの形をしています。でそこに、この今天守閣の石段を上がっていく観光客の方を少し書き加えて、では塗ってみたいと思いますね。まずいつもと同じですね。たっぷり絵の具を溶いて、まず建物のシルエットを塗ってみます。屋根の上の光が当たったところね、ちょっと紙の白を残しててもいいですね。この広島城っていうのは、白壁の下半分のところはね、木の板でね保護されて、またそれが素敵な装飾にもなってるんですね。そこが特徴ですので、そういう部分も描きたいと思います。これは手前の石垣ですね。ドライブルシ。ほらこんな感じですよ。ではシルエットができたので、屋根側から描いていきます。この赤茶けたい、これが木の板の部分ですね。このね天守閣ってのはとてもね、背の高い建物ですね。つまり自分から見てずっと見上げてるって感じです。それをうまく描くには、屋根の下側の面をしっかり掴むことと、そして、上の方の左右のね、の部分は少し明るくぼんやりと、下の方の階はほらこうやってちょっとね細かい、板のね木の質感とかね、そういうものを書き込んでみたり、そのように上の部分と、それから自分に近い下の階の方をこうちょっと極端に書き分けてあげると、お城のこの天守閣のねずっと立ち上がった背の高い感じが見えてきますね。こんな面白いでしょ。だんだんね天守閣ねできてきましたよ。これね、こちら結構木がねうっそうと茂ってました。もちろんこのね広島城といっても城内はとても広いんですね。この天守閣にたどり着くまでは結構大変です。お城広いところですからね。ですからそうですね、他の部分はもうあんまり建物が残ってなくって、こういうね樹木が生い茂ってます。いつも通りこ
から色を入れたり絵の具を弾き飛ばしたりしてね、木にも変化つけてみましょう。ね、この石垣は、最も手前ですね。私が見て一番近くにあるので、もうちょっと描き起こします。ね、ほらこんなとこで描いてるんですね。いつもスケッチってね、こう広い条件のいい場所で描けると絵を描けるとは限らないんですね。本当に狭いところに、無理やりね場所を作って描いたりすることもよくあります。こうやってね絵を描いてるといろいろな方に話しかけられるんですね。それがまた楽しいですね。さあ、ではね、こうやって石垣をね少し書き起こしてみましょう。ほら、ずっとまた空間感が強まったでしょ。お上手です。上手に見えますか。あ、上手だって思えられてしまった。嬉しいな。30分。30分かかるんですか。本当です。30分でね書き上げたって言ったら驚いてくれました。でもこれが水彩のねいいとこですよね。はい、今広島城に来て姉妹絵を描き上げました。今日は暖かくて、スケッチに絶好の日和でしたね。皆さん楽しんでいただけましたか。はい、それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。